皆さんこんにちは、田三島です。今日はトマトのシロップ漬けを作りたいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。じゃあ今日トマトを買ってきました。なるべく赤いものがいいんですけど、今日はそのスーパーで一応選んだんですけど、これ限界っていう感じのこの例えば袋でこういう風に売ってたら、ちゃんとヘタの方をチェックしてヘタの方まで赤くなってるものを選ぶといいかなと思います。今から2つ鍋を使ってお湯を沸かすんですけど、1つはシロップで、1つは、この皮がやっぱり味を弾いてしまうので、皮を、剥くためのお湯を沸かします。なので、皮剥くのは普通にトマトが浸かればいいので、小さい鍋で沸かします。シロップの量なんですけど、このトマトがかぶるぐらいは欲しいなっていう感じです。ただ容器がすごく大きいのしかなかったりしてかぶらない場合でも、上下を途中でひっくり返してもらったりとかしながら、均一に、味が染み込んでいくようにしてくれれば大丈夫なんですけど、めんどくさいので、あんまり出し入れが多いと傷みやすかったりもするので、このぴったりの容器のサイズにしてかぶるぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、今回は、この容器、ここに分量が書いてあって750ぐらいで入れとけば、トマトを入れても浸かるぐらいかなと思うので、お水は500にして、お砂糖を250で作ってみたいと思います。で、そのお砂糖とお水の割合なんですけど、もう本当に好みで、2対1のこのお水が2に対して砂糖が1だと結構ガツンと濃いんですね。で、濃いんですけど、トマトがちょっと青臭い感じのお野菜なので、がっつり甘い方が違和感はないっていう感じになると思うんですね。野菜感が消えるというか。なのですが、砂糖は好き嫌いがあると思いますので、分量はもう自分でやっぱり味見をして、私はこのぐらいがいいっていうところを探していただくといいと思います。今日は、1対2に、水が2に対して砂糖が1でやってみて、後から感想をお伝えしたいと思います。粉と水をどちらから測るかなんですけど、お水の中に粉を入れると失敗した時に取れないので、粉から測った方がいいです。粉って言っても固形物から測ると、あまり失敗しにくいかなと思います。じゃあ、砂糖250、結構な量なのでと思う方もいらっしゃると思うんですけど、一応やってみて感想はお伝えします。はい、こんなのはきっちりじゃなくてもいいんですけど、そしてここにそして 500cc のお水が入りました。じゃあこれを火にかけて沸かしていきます。ではトマトなんですけど、じゃあこれをまず湯むきをするので、このヘタを取ります。小さい包丁があれば小さい方の方が持ちやすいんですけど、刺して親指で押さえてくるくるっと回して、こういう感じで。もし大きい包丁の場合はグラグラすると危ないので、下にもう包丁を置いてトマトの方を刺す。で回すと固定した方がいいかなと思います。そしたら皮を剥くので、薄くお尻の方に十字に切り込みを薄くでいいので入れておきます。じゃあここに、氷水を用意してもらって、じゃあお湯をボコボコに沸いてる状態。1個ずつか入れても2個ずつぐらいがお湯の温度が下がらないのでいいかなと思います。入れて3、4、5。はい、5秒ぐらいですね。
そしたら冷水に落とします。はい、入れて1、2、3、4、5。はい、この、皮のお湯に落とす時間は青ければ青いほどちょっと時間がかかるので、完熟に近づければ近づくほど一瞬でできるので、その辺はトマトのトマトをこうやって網でこう持ち上げた時に切り込みを入れた部分がギュッと縮まって剥けそうだなと思ったら、別に2秒でもいいし、もしかしたら5秒じゃ足りなくて10秒ぐらいかかっちゃう人もいるかもしれないので、様子を見ながらやってみてください。じゃあ皮をこうペロッと剥けるので、こんな感じで手で剥いて、はい、こんな感じです。トマトはここが赤くてもここが青いものが結構多いので、この辺がちょっと剥きにくい時があるので、そこちょっとしっかりチェックして全部が剥けているようにチェックしてください。そしたら一旦水からあげて、で、これをシロップで煮たいんですが、なるべくそうですね、ここにこっちの大きい方で今シロップを作ってしまったので、こっちに作ればよかったんだけど、まあいいか。じゃあこの入るかな、入るかな。ちょっと待って。ちっちゃい方で最初からシロップを作っておけばよかったなと今思ってるとこなんですけど、こういう時もありますよね。はい。じゃあ、なるべくなんで小さい方に移すかというと、トマトが使ってた方が、これから軽くちょっと煮ようかなと思うんですけど、使った方がいいので、移します。皆さんは大きい方でお湯湯むきしてください。はい、じゃあこのシロップの中で煮なくてもシロップでつけるだけでももちろんいいんですけど、少し煮てあげた方が味が入りやすいので、さっきも言ったように結構その中のゼリー状のところがなんかこう酸っぱくて青臭い感じがするので、トマトのその皮の部分にしっかりシロップが染み込んでた方が美味しく感じると思うので、ここはちょっと煮てあげるんですけど、あんまりこれでボッコボコに沸かすとこの身が結構柔らかい身質なので、ズルンとズルーンとこうに溶けてしまうので、ゆらゆらしてるぐらい、あまり反応がないぐらい弱火で、トマトを入れると一度温度が下がるので、一度沸騰までは持っていきます。はい、で一度沸騰したらもうマックスの弱火でいいかな。あんまりボコボコ沸かないぐらいの弱火、このくらいですかね。あんまポコポコ沸いてない方がこの場合はいいので、この状態で2、3分火を通します。はい、で昔よくばあちゃんのおやつでトマトに砂糖をかけて食べてたので、そういう味だと思います。ただもうちょっとシロップになってるので、ちょっと上品な感じ、あとは染み込んだ感じに仕上がってくると思うので、そういうイメージで作りました。はい、じゃあ3分経ったので、これトマトによってこんな感じで煮すぎちゃってこういう風に煮崩れてくる場合があるので、なるべくこの煮崩れが少ない方がやっぱり綺麗です。なのでトマトの熟し加減によってこのぐずぐずこう煮崩れてくるスピードが違うので、すごい熟れててもう湯むきした時点で結構柔らかそうだなと思ったら熱いシロップにつけるだけでもいいと思います。それでも結構味は染み込むし、逆にあんまり熟れてなさそうだなと思ったら少し軽く煮る。今日は3分と言いましたけど1分でもいいし、そのトマトの状態を見て決めるといいです。ちょっとやっぱり味が
硬いと味が入っていきにくいので、そこを少し柔らかくしてあげるぐらいのイメージなので、分数とかは、ちょっとトマトの状態を見つつ調整をしてみてください。そしたらシロップをはい。で、今ちょっとトマトがやっぱり浮くので、落としラップをしてから冷まして、これ粗熱が取れたら蓋をして冷蔵庫で冷やしています。はい。じゃあ冷めたので冷蔵庫に入れてキンキンに冷やします。はい。ではトマトが冷えたので盛り付けしたいと思います。今日はトマトの、シロップ煮を作りました。シロップを濃くしてトマトの野菜感を消すといいと思うので、はい、好き嫌いもあると思うんですけど、少し甘めにする方がおすすめです。はい。でこれは、冷たく冷やしてスープと一緒にトマトを口に運んでもらうと美味しいと思うので、ぜひ作ってみてください。材料は概要欄のところに載せておきます。それではさようなら。はい、それでは試食してみたいと思います。小学校の時のおやつが割とトマトに砂糖をかけておばあちゃんが出してくれたその思い出が今すごく蘇りました。そんな感じ、ちょっとおしゃれな感じにした味になってて、皮を剥いてるのでやっぱり口当たりがすごく良くて、冷やしている間にシロップがトマトの中に染み込んでいてすごく甘くて、で酸味はあまり、もう甘みが勝っていて酸味はあまり感じないかなって感じです。でもこの辺はちょっとトマトの種類によって味の出方が変わってくると思うんですけど、冷たくしてさっぱりした、デザートでもいいと思うし、本当になんか前菜とかちょっと食事の間の箸休め的な感じでもいいかなと思います。はい、今回はシロップが水が2に対して砂糖が1という割合で作ってみたんですけど、ちょっと、しっかりした甘さの感じです。で、これでもいいし、もうちょっと薄くてもいいかなっていう、私の好みで言うとそういう感じなので、お水が3に対して砂糖が1ぐらいでもいいのかなと今作った感想は、そんな感じです。で、トマトの種類とかによって酸味も実の厚さも違ってくるので、この辺は本当にご自身の味覚を信じて、好きなバランスで作るといいんじゃないかなと思います。